運営の薬物検査で陽性反応が出た選手がいます。道理で強いと思ったぜこそ、散々俺を非難しておいて禁止薬物とはな。大した玉だとは思っていたが、ちょい置いたが過ぎたな。重罰も覚悟しておいた方がいいぞ。この帝国では。ガオラン選手です。え？日を同じくして大仙堂テレビから大会運営本部へ通達があり、ガオラン選手の不正を裏付ける余罪が明るみになりました。ボーナス発動。試合の直後だ。搭載する余力はありませんわな。死神。大仙堂テレビ社長蔦川でございます。前回のインペリアルマーシャルアーツグランプリのロッカールームにおいてです。ガオラン選手が対戦相手である武藤翔選手の飲料に禁止薬物を入れている姿をうちの局員が見ていたのです。そんな。黙っててごめんなさい。大会役員の仕事を抜け出して武藤選手の出待ちをしてて見ちゃったんです。武藤選手があまりに不憫で黙ってるわけにいかない。真実を話さなくちゃって勇気出して社長に相談したんです。さらに審判を買収し、試合中に武藤選手の動きを封じるように画策したのです。そして昨晩、私はガオラン氏を大仙堂テレビ社長室にて問い詰めました。彼の訪問歴も残っております。密かに録音した会話を再生します。確かに俺は前のインペリアルマーシャルアーツグランプリでは武藤を騙し討ちにしたさ。武藤に禁止薬物を盛りましたよね、ガオラン。そうだ、間違いない。その時レフェリーに武藤の動きを封じさせましたよね、ガオラン。だからなんだよ。この会話記録は本物ですか？どう聞いてもあなたの声ですが。昨日の会話の変造だ。誰か分かってくれ。抗弁不可能とみなしてよろしいでしょうな。その男は根っからの悪党。我々は騙されていたのです。我々大仙堂テレビも同罪。社長として深くお詫び申し上げます。あんたは悪かないぞ。悪いのはガオランだ。ちなみに今のは桜な。卑怯者。恥さらし。そんな。待て、運営の検査は非公表の外部機関に受注されていたはず。なぜ俺の体内から禁止薬物が。まさか、あの食事に。勝力、散々こき使っておいて、無敗記録まで捧げたのに。ガオラン。お前は英雄にふさわしい大仙堂テレビの躍進に多大な貢献をしてくれた。お前が決勝進出する闇賭博でのオッズが高いからここで潰れてもらう。本に最後まで儲けさせてくれてありがとうな。しかもわしにこの手段を思いつかせたのもお前だ。お前がやたらと武藤を褒めるもんだから絶対王者がお前である必要がないと気づいてしまった。用済みだガオラン。行け。そしてもう一つ忘れてはならないことがあります。武藤翔という被害者。いや、真の英雄を。そうだ、俺たちは彼を見誤っていた。彼こそ真の英雄だ。再び大会運営本部です。ガオランズは失格。デストロイヤーズの決勝進出とします。本番はこれからです。ガオランの旦那。原始的な処刑方法のがより燃えるんですわ。自殺に見せかけるのは初めてだがね。水臭いな。どうして説明してくれなかったんだよ。今までごめんよ。よっしゃ、カケルの容疑が晴れたところで一丁優勝して花を添えよう。チーム一丸で行こうぜ。どういうことだこれは。俺は嫌われる覚えはあっても好かれる覚えはない。俺は大会に参加さえできれば何でもよかった。どんな不利な条件下でも勝つ気でいたからだ。お前らが裏切ることも想定していた。だがこれは想定してない。一体何なんだ？今更だが極東セーバーカンパニーって何の会社だ？ちょっと来い。俺から話そう。ここにいる我々6人は非公認の神天才だ。そして極東セイバーカンパニーは勝力様のダミー会社だ。俺たちの役目はお前の優勝を妨害することだった。はじめはな。ここからの話は噂や憶測も混じると前置きしておくが、おそらく当たらずとも遠からずと言えよう。インペリアルマーシャルアーツグランプリの後、お前は大仙堂テレビやグランプリ関係者に口を荒らせにかかった。裏で絵を描いたのが勝力様であることまでは突き止めた。その動きは当然大仙堂テレビ側に伝わり、勝力様はお前に監視をつけた。お前の狙いがアスリートスタジアムで優勝し、メディアの前でインペリアルマーシャルアーツグランプリでの不正を暴露することだと察したらしいが、ことが大きくなるとかえって面倒になるからだろう。報道も通報もせず観光令を敷いた。参加条件さえ揃わなければ出場できない。勝力様は最初そう高をくくっていたようだ。だがエントリー期間終了間際にお前に接触するチームの情報が入った。神天才が欠場のため代理参戦を要請するつもりらしかった。だから極東セイバーカンパニーを使って先にお前を取り込んだのだ。どの道参加するなら管理下に置いた方が得策と判断したようだ。しかし練習で俺たちは気づいた。勝力様、試合中に誰にもバレないように武藤の妨害をすることは至難の業です。しかも同時に憲法裁判所から調査申請があった。勝力様は随分焦ったようだ。もし武藤翔が優勝したらインペリアルマーシャルアーツグランプリでの不正がバレる。ガオランが勝てるかわからない。というか見立てではかなり分が悪い。
このままだと大型訴訟になる。自分の立場が危ない。全てを失いかねない。だが本戦前、起死回生の案がひらめいたようだ。いっそ武藤翔を優勝させたらどうか。全ての罪をガオランになすりつけて。サクリン。ああ、これで終わりだ。勝利キーは。勝力が今日までのさばってきたのは大仙道テレビの視聴率が取れたからだ。民放を牛耳るまで放送業界に幅を利かせてきた。彼の理念となる視聴率獲得法の一つが、人を持ち上げる時と持ち上がっているものを落として叩く時に発揮される。彼の死後出版されるツタ側の暴露本からも読み取れる。いや、こっちの話だ。勝力の確保したいものは3つある。1、五千強のメンツ。2、大仙道テレビの権益。3、ドル箱の選手。この3つは連動している。勝力は考える。どうやら十座と武藤は面識がない。今回の嫌疑は漏洩した情報だろう。差し当たり憲法裁の調査は民営化によって乗り越える。憲法裁判所は民間企業への調査はできない。憲法を破ることができるのは政府組織だけだからだ。だがまだ十座が武藤と結託する可能性がある。ならば武藤の口さえ塞げば済むこと。しかもあの記載を開示すれば3がより大きくなる。となるとガオランは邪魔。引退するロートルより若い方が将来性がある。泣きつく先は一つ。急にお呼び立てして申し訳ございません。月光殿下。訴えられて何か問題が余がもみ消せばよいのだろう。報道内容が帝国全土に渡るため、煬帝領や作林領から行政の違法性を問われかねません。お恥ずかしながら私は、陛下の下では黙認されていたことが公になりますと、はっきりと申せ。察しろボケ。お察しくださいませ。つまり大仙道テレビの局内に入られては困ったことに、違憲行為となり得る証拠が明るみになります。十座は武藤の件を足がかりに別件も調査する気です。複数の弁護団から過去に遡って訴訟されます。憲法裁が力を持てば全州裁判一審制度も違憲立法として廃止されかねません。なんだと？いや、はっきり申せとおっしゃるので、ともかく十座が力を持ってしまう結果になります。殿下にとっても不都合な事態でございましょう。良い方法があります。大仙道テレビを民営化し、白風デンデルフを作林領へ編入するのです。何？貴様。早まらないでいただきたい。作林領に編入されれば作林への政治批判が存分にできます。民放ですので国権は介入できません。特にあの堅物は。殿下の皇位継承にも拍車がかかりましょう。その暁には何卒よしなに。分かったろう。勝力様はお前を高く買っていらっしゃる。黙っておけばスターにしてやる。とさ、お前はあの方に選ばれたんだ。羨ましいぜ。俺たちの役目は変わった。お前が絶対に優勝するための保険だ。味方の敵役は困難だが、味方の味方役なら容易だしな。お前の優勝に総額数百億ギャランがかけられている。万が一お前が負けそうになったら俺たちは神戦術で手を貸す。お前の実力でメディアからスーパースターとして取り上げてもらえれば、今までの1000倍は経済波及効果をもたらすだろうよ。そうか。ここにいる6人だけだな、神天才は。むふふ、ふふははは。なるほど、すべて勝力の手の内か。そうか。あなたは正確に他者を見抜くだけの経験がある。そりゃどうも。という勘違いをしている人なのです。武藤は私と手を組んで過去の清算など望みません。彼はそんな男じゃない。自力で解決しようとします。裏工作など花から不要だったのです。そして不要な裏工作をしたがためにあなたは転ぶのだ。他者の裏の顔を見抜くことが人生経験と思っている人は多い。そういう人ほど他者への厳しい評価とは裏腹に自己評価が甘いもの。組織も個人も向上のための事情がないと腐るだけ。口悪口噂話をなりわいとするならなおのことだ。私への最後通告かな。それ以外の受け止め方をなさったのならあなたの老害癖は帝国一だ。いい加減にしろ若造。年長者に対する態度と。年寄りほど経験値が高いというのは誤りです。思い上がりから一生目を覚ますことなく生涯を終える人もいる。人生経験とは他者への尊敬と感謝です。あなたには綺麗事に映るでしょうが。アクセルセイバーズ、負傷により選手の交代をお知らせいたします。タガオ、ダショ、ダーマエ、エトゥーに代わり、カネモン、バヤコガワ、ルマ、クチキ。え？さっき怪我人なんていたか？楽勝だったよな。武藤、バカだ。バカなって顔されておられますな。スポーツマンならおめえ挽回した以上余計なことは言うまい。余計なことは言うまいって顔されておられますな。うるさい。僕らはガオランズに負けた。でもいい線行きましたよ。計りごとで運よく前線しただけだよ。実力じゃ向こうが1枚上。おそらく武藤はガオランよりもう1枚上だと思う。つまり勝つには3枚上に成長しないといけない。試合中に成長するしかない。大丈夫。僕は今成長しそうな実感がある。あとは人生観がひっくり返るほどの経験になるのか。
俺たちがついています。バスケなら任せてください。武藤の攻撃を死守してみせます。厚道様は心置きなくゴールを狙ってください。いや、逆だ。僕がゴールを守る。複数ボールが投入されたらみんな攻めてくれ。厚道様。どうやら敵のサポメン戦力がダウンしたようだ。またなんか揉めたんだろう。サポメンの力だけでいけばこっちが有利。武藤は僕が死守する。それでも点を入れられる。それ以上の点を取ってほしい。みんなならきっとできるよ。クロス、死ぬ気でかかってこい。死ぬ覚悟で勝負しろ。怒りのぶつけどころがまだ足りないんでな。訂正だ。5枚上行かないと勝てない。みんな頑張ってくれ。クソったれ。やったら